た。紙で指切った。収録前なのに血出てきちゃった。まあいっか。せっかくだし、今日は本物のポーション実演してみようかな。待て。バカ者。それを飲むな。教授？ちょっと指切っただけですよ。そんな大げさに。ちょっと指を切っただけだろう。その程度の傷のために自分の寿命を数ヶ月単位で救う愚か者がどこにいる？寿命？いやいや、これはただの回復薬で。ミヤ君、一瞬で傷が塞らぬとはつまりこういうことだ。それが生物学的に何を意味するかまだわからんか。それはな、眼科と老化の強制発動だ。ポーションとは命を救う薬ではない。死へのプロセスを早送りする猛毒なのだよ。ファンタジーリアリストへようこそ。進行役のミヤです。冒頭から怒鳴られて HP がゼロになりかけました。今日のテーマは冒険者の命綱ポーションの闇です。ゲームやラノベだと飲めば HP 全回復ノーリスクが当たり前ですよね。でも先ほど教授が言った通り、もし現実世界に数秒で傷が治る薬があったとしたら、それはほぼ確実に猛毒です。皆さんはどう思いますか？体力全回復できるけど寿命をちょっと削るポーションがあったら飲みますか？コメントで飲む派、絶対飲まない派教えてください。今日は生物学的にポーションがなぜ危険なのか、なぜそんなものが高額で売られているのか、それでも賢く付き合うためのポーション使用指針の3本立てで話を進めよう。最後には製薬ギルドが隠している安くて副作用の少ない違法ポーションの話も出てくるらしいので、ぜひ最後までご覧ください。まずは一般的なポーションのスペックをおさらいしましょう。ポーション初級であればかすり傷、軽い打撲を治す程度。価格は銀貨1枚。グレードが上がるごとに効果と金額は上がり、エリクサーに至っては効果は抜群ですが金額もずば抜けています。現代医療から見れば夢の薬ですよね。骨折が数秒で治るとかほぼ神の奇跡レベルです。だからこそ私は疑うのだ。そんな都合のいい配復が生物として成立するのかとな。人間の体は基本的にゆっくり治るようにできている。なぜか細胞分裂の速度には物理的生物学的な限界があるからだ。ポーションは魔力を使って細胞分裂のリミッターを外す。平常時の何百倍何千倍の速度で細胞を増殖させ、物理的に傷を埋め戻すわけだ。聞くだけならすごく良さそうに聞こえちゃいますね。ではテロメアという言葉を知っているか？テロメアとは染色体の端にある命の回数圏だ。細胞が分裂したたびにここが少しずつ削れていく。これが尽きるとその細胞はもう分裂できない。老化して死ぬ。これをヘイフリック限界という。ということは本来数ヶ月かけて少しずつ使われるはずの回数券をポーションを飲むことで一瞬で何十回分も切り取ってしまう。だから傷はきれいに治る。だがその周辺の細胞は十数年分老化した状態になっている可能性がある。うわ、若い冒険者がハイポーションをガブ飲みしてると、見た目だけ若い中身老人になってるかもってことですか？その通り。そしてもっと恐ろしいのはコピーエラーだ。コピー機で急いで大量印刷すればミスプリントが増える。 DNA も同じだ。超高速分裂は DNA の書き写しミス、つまり突然変異を増やす。その突然変異が悪い方向に行ったら。そう、がんだ。古い年代記にはこんな記述がある。飛薬を愛用した勇士は傷はいえどやがて全身に肉のコブが現れ、そのコブに食い尽くされて死んだ。これこそポーションのもう一つの名前、つまり制御された発がん性物質なのだよ。視聴者の皆さん、ここまで聞いてもそれでも飲む派か絶対飲まない派か、よかったら
コメント欄で教えてください。怖すぎる。でも教授、そこまで高等な薬なら銀貨1内っていう価格もまあ納得できる気がしてきました。高度な研究費とか技術料とか。よし、一度だけ言う。いいかもだな、ミヤ君。ひどくないですか？ポーションの成分分析を見てみろ。ほとんどが水だ。原価計算だ。瓶代、ラベル代、人件費を全部持ってもどうか5枚がいいところだ。待って、それを金貨1枚10万円で売ってるってことは、利益率およそ2万%。これを錬金術と言わずして何という。それも HP 回復じゃなくて冒険者から財布の HP を吸い取るアイテムじゃないですか。なんでそんな価格が許されてるんですか？誰も安く作ろうとしないんですか？そこで出てくるのが製薬ギルドだ。この世界でポーションの製造販売は免許制だ。免許を発行できるのは製薬ギルドのみ。ギルド非加盟の錬金術師が薬草を煮詰めて安くてよく効く回復薬を売り出したらどうなるか？営業停止ですか？物理的な営業停止だな。怖彼らは品質管理を名目に安価なジェネリックポーションを徹底的に潰してきた。過去には何度も優秀な薬師が副作用が少なく安価な回復薬を開発したが、それらのレシピはことごとく歴史から削除された。じゃあ冒険者が一生懸命稼いだお金って武器屋とか宿屋じゃなくて製薬ギルドに吸い上げられている。冒険者が怪我をする、ポーションを買う、戦場に戻る、また怪我をする。このサイクルが続く限り製薬ギルドは永遠に儲かる。彼らにとって世界は終わらない戦場であってほしいのだ。だから戦争とかモンスター暴走とか止まったら困る人たちがいるってことですよね。噂だがな。大規模スタンピードの裏には製薬ギルドの金が流れているとささやかれている。この話公開して大丈夫なんですか？知らん。炎上したら君が謝れ。ひどい。ここまで聞いたらもう一生ポーション飲みたくないって人もいそうですね。それも極端だ。私は使うなとは言っていない。中身を知った上で賢く使えと言っている。まずこうだ。紙で指を切った程度の傷は洗って絆創膏で十分だ。ポーションは禁止。骨折、深い切り口ならば使ってよい。だが治ったからといってすぐ動くな。その後3日は安静にし細胞を休ませろ。内臓破裂、出血多量、瀕死はエリクサーを使え。今死ぬリスクと老化、がんのリスクを天秤にかければ前者を防ぐべきだ。要するにポーションとは命の前借り契約書だ。サインするかどうかはその状況がそれに値するかで決めろ。視聴者の皆さんもここぞという時だけ使う派か、とにかくガブ飲み派か、自分のスタイルコメントで教えてください。というわけで私のさっきの髪の傷は絆創膏で治すことにします。それが一番安全で一番安い。でも教授、さっき歴史から消された安くて安全な回復薬があるって言ってませんでした？ああ、製薬ギルドの認可は通していないが、副作用が少なく原価も安い違法ポーションだ。違法といっても危険だからではない。特許と利権を壊すから違法なのだ。それ完全にこの動画で言っちゃダメなやつでは？だから詳細はここでは言わん。私のノートで闇市で出回っている安全よりポーションの一覧、自分で作れる簡易回復薬レシピ、原価500円程度まとめておいた。いや、それ書いたらガチでギルガに消されますよ。私が消される前に諸君が読むのだ。概要欄から飛べるようになっている。
興味のあるものだけ見ればいい。というわけで今日の話が面白かったとか怖かったと製薬ギルド最低と思った方は高評価ボタンとチャンネル登録いただけると教授の命がちょっとだけ伸びます。次回は勇者はなぜ高校生なのか、勇者を取り巻く闇について話す予定だ。ポーションの次は勇者を取り巻く闇。どんどん黒くなっていく。それでは皆さん、また次回のファンタジーリアリストでお会いしましょう。